もし生まれるのが200年前ならあなたは処分されていたかもしれません。19世紀のドイツ・ベルリン、ここに後の医療界に革命をもたらす医者の存在がありました。その人物の名はマーティン・クーニー。彼は世界中の未熟児を救うために人生を捧げます。そしてクーニーは当時まだ普及していなかった保育器を世界中に広め、その結果多くの未熟児の命を救うことになるんです。ではそもそもなぜ保育器が未熟児の生命にとってそれほど重要な道具だったのか。実はこの時代の未熟児は殺処分されていたんです。処分される運命だった未熟児を救ったマーティーン・クーニー。彼はいかにして保育器を使った革命に成功したのか。そこにはクーニーの苦悩と驚愕の奇策があったんです。おそうす、大阪大好きケンちゃんです。この世に生まれたのはメトラーに会うため。闇やみこです。お好み焼き。本日ご紹介するのはですね、未熟児がまだ処分されていた時代に彼らを救った凄腕の医者の物語なんです。僕はですね、この話をした時に世の中にはね、ためになる嘘もあるんだと考えさせられたんです。皆さんもね、嘘ついたことあるんじゃないですか、あるよね。コメント欄でね、白状してください。そもそもさ、なんで未熟児が処分されなきゃいけないの？まあね、その時のね、世界の常識と今の常識っていうのはね、かけ離れていたんです。処分される未熟児。遡ること125年ほど前の1896年、ドイツ・ベルリンの産婦人科で出産を終えたばかりの母親と産婦人科医は落胆の表情を浮かべていました。その理由は生まれてきた子供が未熟児だったこと。未熟児とは早産などの理由で生まれた時の体重が 2000g 未満、もしくは生活能力が特に弱いとされる低出生体重児のことなんです。現代では未熟児でも問題なく元気に成長していくことが常識となっているんですが、当時は異なっていたんです。未熟児は遺伝的に劣っており、生命力が弱いと考えられていました。後々苦しむぐらいならむしろ早めに死なせてあげた方が彼らのためになるとすら考えられていたんです。彼らのためになるからって言って、だからって言って死なせているには私はならないと思うけどね。そもそもね、ベースのね、倫理観が違うんですよ。現代ではね、例えば安楽死とか本人の意思がね、尊重されるべきという、ね、論調があるんですけど、昔はですね、他人のね、生命とかに関して口を出すね、そういう傲慢さがはびこっていた時代なんです。そもそも未熟児たちが遺伝的に劣っているとはどういうことなのか。その考えの根底にあるのは優生思想と呼ばれるもの。優生思想とは遺伝子に優劣があると考え、劣等の遺伝子を排除し、優れた遺伝子のみを後世に残していこうという考え方。そして未熟児はこの劣勢の遺伝子を持つ存在だと考えられていたんです。そのため医療はどのように治療するかという方向ではなく、殺処分してしまおうという考えに走ってしまったんです。この考え方はドイツのみならずアメリカを中心とした世界各国で信じられていました。世界中で元気に育つはずの未熟児が命を奪われていたんです。そんな時代に彼ら未熟児を救おうという志を持った風変わりな医者が登場します。その人物の名はマーティーン・クーニー。彼はある画期的な装置を広めようとしていたんです。それは保育器。この保育器とは未熟児を保護しながら適正体重になるまで育てることができる装置。そもそも彼らが未熟な理由は早産によるもの。つまり母親の体内にいる期間が不足しているんです。そこで保育器では妊婦の体内環境を再現。その中で不足分を補うように育て直すのがこの保育器の役割なんです。早く生まれてきた未熟児をお母さんと同じお腹の環境の中で育て直すってことね、これね。まあそういうことですね。しかしね、現代では馴染みのある保育器なんですけどね、その当時の人々からしたら、なんやこれっていうね、そういうね、もう得体の知れないものだったんです。保育器が普及しさえすれば未熟児の命は救われる。そこでクーニーの使命はいかに保育器を普及させるかというところになったんです。そこでまずドイツ国内に広めるためベルリンの大産業博覧会に出展します。お客さんにこの装置で多くの未熟児の命を救えることを訴えたんです。さらにクーニーはある主張を展開します。それはこの保育器の制作者について、作ったのは自分ではなくフランスの偉大の教授で産科医のステファン・タルニエだというんです。このタルニエという人物、実は産婦人科界隈ではかなりの高名。そのため保育器にはなかなかの説得力があったんです。ですがそれでもクーニーの思いは通じません。未熟児は劣った遺伝子であり元気に育たないというこの時代の常識はそれほど強固だったんです。そして保育器は普及せずにイベントは終了ですが、これ式のことで彼は諦めません。不当に殺処分される未熟児を救いたいという信念がクーニーの原動力。翌年のイギリス・ロンドンの国際展示会、そしてまたその翌年のアメリカでの博覧会と世界各国で保育器の宣伝に努めました。そして7年が経過、成果は全くありませんでした。いや、
これもう7年間も何も見向きされないって相当辛いわよ、これ。長すぎ。世の中のね、うん民衆の方々もですね、うん常識とね、かけ離れたクーニーに何してんのあいつみたいな、うん見てたんですよ、ずっと。うんこの動画を見ているね、メトラーの皆さんもですね、自分は絶対正しいこと言ってんのにな、なんでこう理解してくれないんだろうとか、周りに理解されなかったことね、結構あると思うんですよね。私たちもさ、最初 YouTube 始めた時は何やってんのお前らみたいな目で見られてたね、言われてますよね、うん新しい挑戦にはつきものじゃないですか、うん。いいんじゃないですか、周りに何か言われても。まあそうね。やりたいことやればいいんじゃないですか正しいと思ったことをやればいい。ね、ここでクーニーは屈しないんです。現状の打開策を考えつくんです。それは常識外れのいわば奇策だったんです。クーニーの作戦。1903年、クーニーはドイツを離れ、活動の場をニューヨークに移します。そして、ブルックリン南部のリゾート地、コニーアイランドのとある遊園地に目をつけました。多くの客が訪れるこの施設が、保育器の新たな宣伝場所となったんです。しかし、これまで見向きもされなかったのに、展示会から遊園地に場所を変えたからといって、うまくいくんでしょうか。それは承知の上、クーニーにはとっておきの作戦があったんです。彼は、ある奇策に打って出ました。それは、未熟児の陳列。なんとクーニーは遊園地に小屋を作り、保育器に入れた未熟児たちを見せ物のように陳列したんです。陳列ってどういうこと？商品みたいにずらって並べたってこと？そういうことなんですよ。倫理的にはね、アウトなんですけど、うんクーニーにはね、ある狙いがあったんです。実は当時は見せ物小屋という手足がない身体障害者や奇病で生まれた人が芸をする場所が流行っていました。最低だな。この需要を利用し未熟児を陳列すれば多くの客を集められると考えたんです。そしてその狙いは的中。クーニーの見せ物小屋には多くの客が殺到しました。しかし奇怪な姿を楽しみにしていた見物客はその期待を大きく裏切られることになるんです。なぜなら未熟児たちが凄まじく元気だったから。彼らは保育器によって普通の幼児のように健康に育っていました。最初は怖いもの見たさで集まった見物客もこの未熟児たちの姿を見ることで心境の変化が生まれていきます。こんなに健康に育つなら殺処分は間違ってるじゃないか。未熟児はどうせ健康に育たないということで殺処分されていたわけなんですが、その前提が崩れたんです。そして大勢の人々がクーニーの活動を応援し始めました。クーニーは以前の失敗を生かしてね、実際に未熟児を保育器で育ててみせることで、いかに保育器が素晴らしいかをね、プレゼンしたんですよ。かなり大胆だけど、ん成功してよかったわね、うんちょっといやらしい話になるけどさ、結構稼げたんじゃないの？まあね、そうみんな思うんですけど、ここがね、クーニーのね、すごいところでですね、実はね、そのお金の部分なんです。クーニーの奇策は大きな成功を収めたんですが、ここで一つの疑問が生まれます。彼はどのようにして見せ物小屋に陳列する未熟児たちを集めたんでしょうか。なんとクーニーは病院から未熟児を無償で引き取っていたんです。これはとんでもないことで、引き取った後保育器の維持費や未熟児のミルク代、そして医療費が必要になってきます。当然引き取る未熟児の数が増えれば増えるほどそれだけ費用もかさむんです。この見せ物小屋で陳列した未熟児の数は定かではないんですが、写真で見る限り最低でも10人以上はいたはず。当時の保育器の維持費は1台あたり日本円で4万円ほど、つまり10人以上育てるなら最低でも1日40万円以上、月間ではなんと1200万円以上が必要になるんです。この莫大な費用をクーニーはどうやって捻出したのか。彼が使ったお金はなんと見せ物小屋の売り上げ。その結果小屋は大繁盛だったにもかかわらず、彼の懐には一切残らなかったんです。そんな類いまれなるボランティア精神のもと、クーニーが最終的に救った未熟児はなんと5000人以上。健康を取り戻した彼らは皆親の元へ帰っていきました。そこにあったのはまさに無償の愛ですが、なぜ彼はここまでして未熟児の救助に人生を尽くしたのか。そこには驚きの真相があったんです。めちゃくちゃいい人だって思ってたのに、何を驚きの真相って。クーニーはですね、前述の通りですね、医療界にね、革命を起こしてね、未熟児たちをね、こう救ったんですよ。ですが、ドイツ国内で言うとね、クーニーはね、英雄とね、もてはやされてるわけではないんですよ。実は彼にはとんでもない秘密があったんです。偽装された人生。クーニーはこの見せ物小屋の運営を40年近くも続けました。最終的に保育器が多くの産婦人科や小児科で導入されるようになり、見せ物小屋はその使命を終えて閉店します。クーニーがいなかったら保育器の世界的な導入はもっと遅くなっていたことでしょう。そして1950年、彼はその生涯を遂げるんです。その後、この数奇な人生を送ったクーニーに多大なる興味を持つ人物が現れます。彼の名はクレア・プレンティス。このクレアがクーニーの衝撃的な秘密を明らかにするんです。彼はまず最初にフランスに渡りました。その理由はクーニーが生前フランスに医療の師匠がいると発言していたため。なぜここまでボランティアに生涯を費やしたのか。クレアはその謎を解き明かしたかったんです。そして彼はクーニーの師匠ピエール医師との謁見に成功。早速取材を行います。するとピエール医師はこのような言葉を口にしました。そんな人物は知らない。どういうこと？嘘？いや、そうなんです。クーニーにね、師匠なんてね、いなかったんです。そしてクーニーの嘘はこれだけではないんです。
さらに調査を進めていくと驚愕の事実が次々と出てくるんです。クーニーの出生地とされる場所に行っても彼の生まれた家も家族も存在しなかったんです。なんと出生記録すら見つかりませんでした。そして初めてドイツに訪れた際、彼は1860年生まれを自称していたんですが、アメリカで見せ物小屋を始めた時は1870年生まれだと自称していたことも発覚。そして極めつけはなんと医師免許すら持っていなかったんです。それも嘘なの？クーニーの保育器、うん。あれね、医大の教授が作ってたって言ってたの覚えてます？はい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 。クーニーはある人物を保育器の開発者だと主張していました。それはステファヌ・タルニエという偉大の教授。確かにタルニエ教授は輝かしい功績の持ち主でした。彼が駆け出しの産婦人科医だった時代、出産が劣悪な環境で行われており、妊婦の死亡率はかなり高いものとなっていました。そこで無菌状態での出産環境の推進や新しい医療器具の開発などを先導し、妊婦の死亡率の低下に大きく貢献したんです。このような功績から彼には記念碑が残っており、当時の医学界では知らない人はいないほどの有名人だったんです。それゆえタルニエ教授が保育器の開発に関わっている場合、大きな疑問が生まれます。それはなぜこんなにも長い間注目されなかったのかということ。有名教授の新たな発明品となれば話題殺到となるはずなんです。にもかかわらず保育器はクーニーの甚大なる努力によってようやく広まったんです。そもそもタルニエ教授が開発者だと言っていたのはクーニーだけ。そう、彼は保育器を信頼させるために大きな嘘をついていたんです。クーニーの経歴は何もかもがデタラメの偽物だったんです。結局保育器を開発した人は探し出せず、今なお謎に包まれています。よく経歴詐称ってバレなかったわね。なんか専門知識とかさ、説明しなきゃいけないところなんていくらでもありそうだったじゃん。実はね、そこにもね、逸話があるんです。クーニーは医師免許すら持っていなかったんですが、実はその一方で医学の知識量は当時の水準をはるかに上回っていたそうなんです。そのため見せ物小屋をサポートしていた看護師や助手の方も、まさかクーニーが偽医者だとは夢にも思わなかったと言います。聞けば聞くほど不思議なこの話、出生記録すら見つからなかったため、未来から現代にタイムスリップしたのではないかという説もあるんです。まあないでしょそれは。何もかもが嘘で塗り固められていた男マーティン・クーニー。しかし彼が多くの人命を救ったことは真実。その思いと努力は何者にも代え難い本物でした。彼は果たして未熟児を救った善人だったのか、それとも経歴詐称の悪人だったのか。